どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。はあ、やっぱり GTR ってかっこいいわよね。あのスタイリッシュなフォルム。そして、他を寄せ付けない存在感。ほんと痺れちゃうわ。おう。どうしたまんじゅうレ夢ムいきなり。スバル以外の車を褒めるなんて珍しい。別に私スバル以外の車も好きよ。失礼しちゃうわね。いやねこの前久しぶりにワイルドスピード見直して、シルバーのボディに青のラインが、入った GTR を久しぶりに見たら、興奮が止まらなくて。あれは確かに、本来かっこいい GTR にカーアクションが相まってさらに痺れるよな。そうそう。スバル車とは違った魅力的な車なのよね。GTR スコ。おっとレ夢ム。スバルにも GTR を目指して開発された車があるのを知ってるか？スバルにも GTR があるの？ GTR はないが、スバルが打倒 GTR を掲げて開発した車ならあるんだぜ。教えてマリサ。教えてくれたら山形名物玉コンをあげるわ。山形の宣伝オツだぜ。実はレ夢ムも馴染みが深い、あの車なんだぜ。というわけで今回は、GC 開発費は、打倒 GTR が目標？実は新人スバル社員の力作だったゆっくり解説を紹介していくぜ。なんだってGC8 がそうだったのね。もし、少しでも面白いと思った方、スバル好きな人はぜひ、チャンネル登録で繋がれると嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってね。今回のお話の主人公はGC8 のエクステリアデザインを手掛けた手島明さんになるぜ。あら、このお方がマイスイートダーリンの藤原文太様が乗った GC8 を作ったのね。エクステリアになるけどな。当然、エンジンや足回り等々、各所には別の方が担当したが、今回は、手島明さんの視点から、いかにして打倒 GTR を掲げたのか話していくぜ。まず、この手島さんなんがすごいかって、入社してすぐの新人時代にデザインを、任せられたんだ。はあ？ベテランとかじゃなくて、入社して間もないペイペイに任せたってこと？スバルはほんとやることがクレイジーよね。当初は人数も少なかったってことで、いい意味で全ての人にチャンスがあったんだろうな。じゃあ、実際 WRX のデザインを手掛けるまでの物語を語っていくぜ。めっちゃ気になる。まず手島さんは、もともとスバルに興味なかったんだよな。からのスバリストじゃなかったの？そうなんだ。もともとは学生の頃から GTR に憧れていて、GTR のような車を作りたいという、気持ちから日産に面接に行ってたんだ。あらまあ GTR かっこいいしね。それはしゃあないわ。しかしこの時期の日産は採用の倍率が高かったらしくて、見事落選。選挙じゃないわよ。そんでしょうがないので、地元の群馬県にある、スバルに就活、そして採用されたぜ。当時だと多分、日産とスバルだと格が違ったのだから妥協感はあったのかしらね。いやそうでもないぜ。手島さんは日産に振られたのを逆恨み。じゃなかった。それをバネに、スバルで GTR を超えるような車を作ってやると意気込んでたんだぜ。絶対逆恨みじゃないわよ失礼ねマリサ。それでも日産に振られたことは、手島さん本人も原動力になってると語ってるな。そんで、スバルに入社すると決まったらスバル車に乗らんといかんということで、購入したのが、初代レガシー RS になるんだ。名車来たー。それまでスバル車に乗ったことがなかった手島さんはこう語ったぜ。スバルの車はレオーネみたいな独自の変態的なこだわりが強いイメージがありましたが、実際レガシー RS に乗ってみて感じました。変態ですねこの車。絶対そんなこと言ってないでしょう。まあ本当は、こんな素晴らしいスポーツセダンをスバルが作れるの？マジパネーリスペクト。こんな感じだな。そして実際入社してみると、最初は生産工場で研修等を受けていたようなんだが若手に、ちょっと10年後のコンパクトカーのデザインしてみてよ。と言われ、もちろん手島さんも描いてみたんだ。きっとこの頃からすでに、才覚を発揮していたのでしょうね。結果、試査ミーティングでボロクソに叩かれたそうなんだ。予想と逆。もっと華々しいデビューかと思ったのに。ただ、その時デザインを見ていた加藤久の目に留まり、なんとインプレッサデザイン、チームに入ることができたんだ。ちゃんと見てる人は見てるのね。しかも、加藤久の下でインプレッサの基本デザインを行っていた先輩から、WRX はあとは任せたぜ。と言ってもらえたらしいな。ボロクソに叩かれても、そこに光るものがなければ絶対任せられないだろうし、きっとすでにその時から、才覚を発揮していたのでしょうね。もともと、インプレッサは手島さんが入社する前からプロジェクトは進んでいて、手島さんが入社したのが1989年で、GC8 がデビューしたのが1992年10月と、プロジェクトの途中から参加して、新人にもかかわらず GC のエクステリアのデザインを任されるという、今では考えられないような業務振り分けだぜ。
まあ、手島さんが参加したタイミングでは、そもそも、インプレッサって名前も決まってなかったし、グレイモデルの造形が始まったばかりだったから、エクステリアを始める前だったからタイミング良かった。と、語っているぜ。タイミングもきっと運命的だったのね。ところで、いかに才覚を発揮していたからといえ、手島さんは新人にもかかわらず、インプレッサという、会社の命運を分けるかもしれない車のエクステリアデザイン担当になれたのかしら？先ほども言ったが、この頃はまだ人数も少ないというのもあったんだが、それ以上に手島さんの、経歴が受け入れられたってのが大きいかもしれないな。手島さんってそんなにすごい経歴なの？最初に日産に面接して落ちたってところ、しか知らないわ。実はそれ以前の学生時代にレースをやっていたんだ。上辺だけの知識だけではなく、実際自分が体験した経験上から選ばれた。話では、WRX は若者受けするスポーティーな車に仕立てるので手島さんは適任。と言われたそうだぜ。確かに適任だと思うけども、それだけの理由で若手にチャンスを与える会社素敵。そうだな。大企業とかじゃまずないだろうな。まさに新しい世代の車作りだと思う。スバル内では他の車もそんな感じだったのかしらね。この当時は？いや実はな、手島さんの話によると、機関車のレガシーは人も資金も多かったが、ビビオとインプレッサは基本的に、若手が積極的に登用されていましたね。らしいぞ。当時の人はビビオとインプレッサのデザインってどんな印象だったのかしらね。ぜひ、当時若い頃のこれらの車の印象を覚えてる範囲で教えてほしいわ。スバルでは人は少なかったけれども、その代わり色々と個性のある人が、多かったらしいぞ。人が少ないからこそこのような人が集まったのかもな。新人といっても、なんか手取り足取り教えてくれるはずもなく、一人で色々とやらないと、いけないらしいが、ある意味自由にやらせてもらえてたようだぜ。でも手島さん一人で色々とやったわけじゃないんでしょ？そりゃ当然チームで動いてるからな。優秀な先輩方作り出した素材に、若者たちが肉付けをしていく。手島さん曰く、真っ白なだるまに絵付けをしていくような仕事。ベースが素晴らしいから足し算のデザインが、しやすかったです。と話してるぜ。確かに、ベースがごちゃごちゃだと、肉付けするのもすごく大変だものね。イメージとしては WRC で活躍していたランチアデルタらしいな。そこで手島さんは、GTR を意識したのか。サーキットでも速い車のテイストを盛り込もうと思いました。と語っているぜ。そういえば冒頭で、GTR を超えるような車を作りたいと話していたしね。ところで、手島さんはどこをメインにデザインを担当したのかしら？主にはフロント周り、リアスポイラー、そしてホイールみたいだな。その中でも特に特徴的なボンネットのダクト位置に苦労をかけられたそうな。インタークーラーとタービンに当てる空気を取り込む特徴的なエアスクープはラリー車化するにあたっても重要な部分だったので、プロドライブからは潜望鏡のように大きなものが要求されたんです。要求通りの大きさだと運転席からの視界や空力を悪化させてしまうし、デザイン的にもバランスが悪くなるので大変でした。ウプ主が前乗っていた GDK みたいな感じなのかしらね。それに近いと語っているぞ。視認性と機能性を考えてデザインしたみたいだな。機能性だけじゃなくデザイン性まで考えると、とてもじゃないが、一筋縄ではいかないのは素人でもなんとなくわかるな。でも GC のボンネットって、歴代の WRX を見ても結構特徴的よね。穴は3つあるし。あれは WRC マシン化を想定していて、初期型の市販車には蓋がされているんだ。話に聞いたのだけど、インプレッサって初期型と WRX でグリルが違ってたのよね。ああ、そのことについても手島さんは語っていて、私の車時代のトレンドは、シビックやインテグラみたいなグリルレスデザインが、若者で流行ってたんすよね。そこでインプレッサ初期型にそのデザインを取り入れたはいいものの、他の車と違い WRX はターボだから、大量の空気を取り入れないといけない。フィンで空気の流れを調整するように設計しましたね。と、語ってる。それでセンターにあの6連星を設置して出来上がりなわけね。いや実は当時は6連星ではなくて、車のイニシャルの I だったんだ。なんだかイメージと違うわね。WRC マシンは6連星だったからな。手島さんもそう思ってたらしく、動くんだぜ。手島さんここからどうひっくり返すのよ。まず、当時は6連星はダサくてかっこ悪いと考えられる時代だったらしいんだ。今じゃ考えられない。6連星じゃないとスバルじゃないってほどなのに。そこで手島さんは、Y の考えた WRX が WRC で活躍しないわけがない。そうなった時に6連星は、絶対にブランドイメージになるはずなんだ。何が何でも取り付けたいが、愛で、決まってしまってるしな。そや、いつでも6連星に戻せるように水星型のままにしちゃおう。ってなことで、先輩デザイナーと共に用品部門に直談判、説得したんだぜ。行動力。先見の民があったのね。
結果、6連星はオプションということで扱われるようになったんだ。そこから、WRC の活躍とともに人気が出ていったわけね。話によると当初は、水星型じゃなくて五角形型を考えられてたそうだ。それはそれでちょっと見てみたい気がする。さらに、オプション購入ということもあり、ブランディングにも成功したっぽいな。それは今のスバルを見ればなんとなくわかるわね。うまいブランディングだわ。手島さんはフロント周りを手掛けたってことは、バンパーも作成したのかしら？私、GC のバンパーめっちゃ好きなのよね。確かに、特徴的で WRC を勝ち抜くために作られた戦闘マシーンって感じするしな。しかし、バンパーは別の方が手掛けたそうだ。当時の苦労話を聞くと、全日本ラリーではバンパー加工はダメなので、設計の段階で大きめのフォグを装着できるような大きな穴を開け、さらにブレーキを冷やすダクトも大きめにしました。と語ってるな。あのカバーの下は何もなかったのね。ラリーに参戦した需要に開けてたのか。また、この時のスバルは他社よりも空力に力を入れており、エアロパーツにも力を入れてた。特に、リアクォーターパネルを担当したクレイモデラーが、撫で回したくなるお尻。好き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 。と言ってたとかどうとか。変態だまあスバルは変態技術者集団だからな。しょうがないぜ。そうそう、マリサ。一つ疑問だったのだけど、GC ってどうして WRX のエンブレムが、ステッカーなのかしら？ CDK からはステッカーじゃないわよね。ああ、それについて手島さんは、エンジンにお金をかけすぎたんを。エンブレムは飾りだからステッカーでいいか。コストカットの波がここにも。まあそれだけ妥協せず車の心臓たるエンジンにお金を使ってくれたってことだ。でも、こういう裏話聞けると面白いわよね。裏話としてはもう一つあり、ホイールに刻まれたスバルの文字もポイントだな。手島さん本人がこだわったと話してるので、きっと思い入れがあるんだろう。あれってプリントじゃないのね。私も実際に見たことがないが、刻まれてるようだな。めっちゃかっこいいぜ。ホイールやリアスポイラーはチューニングパーツ感覚でデザインしました。峠やサーキットに走らせたくなるイメージを元に作成したんです。と語ってる。GC と言ったらラリーのイメージが強いけど、作り手としては GTR にサーキットでも勝てる、イメージで作られたのね。この話を聞くまで知らなかったし見方が変わるわ。もちろん手島さんだけの成果ではないが、多くの人の情熱が GC という形で完成。そして、ドリキンこと土屋圭一さんが GC でドリフトをしながら、GTR いらない。と言ってもらえるくらいすごい車に仕上がって、見事、GTR を超えるという野望を達成する、ことができたんだ手島さんは。この時代のスバルは、小規模だったから良い意味で自由に活動ができたのね。そうだな。今までのレガシーに代わり WRC に勝つためにそれを一新、新たな挑戦をするということで、新しい風として若手の登用が見事成功したんだな。それを可能にしたのも、下克上魂があり、素晴らしい技術を持った人がいたからね。それが今のスバルの象徴たる WRX を作り、その立役者の GC が今でも愛される理由だろう。もう開発から30年だものね。ところで今の手島さんは何をされてるの？今はフリーのデザイナーとして、メガネのジーンズやゴルフの14等のデザインを担当してるそうだぜ。きっと当時の経験を活かして、幅広くご活躍をされてるのね。それ以外にも、当然ご本人は GC マニアとして活動し、春名湖オフ会の主催としても、活動をしてるな。あの有名なオフ会を？やはり我が子も同然だろうしな。そりゃ愛着湧くぜ。とまあ今回の動画、GC 開発費は、打倒 GTR が目標？実は新人スバル社員の力作だったゆっくり解説は以上になるぜ。もし、足りない情報や当時の背景等を知ってる人はコメントで他の方へ教えてほしいぜ。同じ GC 乗りの方も、ぜひ最後になんかコメントよろしくお願いします。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしています。もし、スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。